おはようございます。桜井です。今日は暗号資産投資初心者の方に向けて、同時コイン、つまり同時について分かりやすく解説をしていきます。なぜ今同時が話題になっているのか。それは大口投資家、いわゆるクジラが同時を大量に買い増ししたこと、そしてアメリカの証券取引委員会 SEC が同時は証券ではないと発表したこと、この2つの出来事が同時の今後の価格に大きな影響を与える可能性があります。今日の動画では、そもそも同時って何？クジラってどういう意味なの？ SEC の発表で何が変わるの？こんな疑問を持たれている方に向けて、できるだけシンプルに分かりやすく解説をしていきます。動画の最後には、同時の今後の価格のシナリオについてもお話をしていこうかと思っていますので、ぜひ最後までご視聴ください。あなたは同時を買うべきなのか、それとも今は様子見なのか、一緒に考えていきましょう。では、まずは同時とは何なのか、こちらから簡単に説明をしていきます。同時コイン、通称同時は2013年に誕生した暗号資産です。実はもともとジョークとして作られたコインなんですが、今では世界的に有名な仮想通貨の一つになっています。ジョークってどういうことと思われるかもしれませんが、同時は柴犬のミーム画像を元に作られたコインなんです。だからミームコインと呼ばれることが多いんですよね。ミームコインっていうのは特定の技術的な目的があるわけではなく、ネット上のジョークや流行りから生まれた暗号資産のことです。でも、ただのジョークで終わらなかったのが同時のすごいところです。同時はコミュニティの支持を集め、特にイーロン・マスクさんがたびたび言及したことで爆発的に人気になりました。テスラが同時決済を導入したり、イーロン・マスクさんの発言で価格が大きく動いたりと注目度の高いコインなんです。それじゃあ同時って実際にどんな特徴があるのか、同時が人気の理由は大きく3つあります。1つ目は手数料が安くて取引スピードが速いことです。他の仮想通貨と比べても送金がスムーズで使いやすいのが特徴です。2つ目はコミュニティの力が強いこと。同時は投資っていうよりみんなで盛り上げようっていうカルチャーがあるので、一度注目されると価格が急上昇しやすい傾向があります。そして3つ目はイーロン・マスクさんの影響です。イーロン・マスクさんが同時は未来の通貨だと発言したり、テスラの決済手段として同時を採用したりすることで市場の注目を集め続けています。つまり同時っていうのは技術的にすごいっていうよりもネタやコミュニティの力で価格が動くコインなんです。はい、ということでここまでで同時の基本は OK じゃないかなと思います。では今回の話のポイントはここからです。なぜ今同時が注目されているのか。それは大口投資家、いわゆるクジラの動きが大きく関係しています。ではそのクジラっていうのは何なのか、こちらについて解説をしていきます。はい。では、ここからは、同時が今注目されている理由の一つ、クジラの買い増しについて解説をします。まず、クジラとは何か。これは大量の仮想通貨を保有している大口投資家のことを指します。簡単に言うと、市場を動かせるほどの資金を持っている人たちです。彼らが大量に買えば価格が上がりやすくなり、大量に売れば暴落の原因になります。つまり、クジラの動きは市場にとって重要なシグナルになるわけです。今回同時で注目されているのは、このクジラたちが同時を大量に買い増しをしたという点です。これはどういうことなのか。単純に考えると、大口投資家が同時の価格が上がると見ている可能性があるということです。クジラの買い増しが起こると一般投資家たちもそれに気づいて、もしかして今同時を買った方がいいのではないかと考える人が増えます。すると買いが買いを呼び、価格が上昇しやすくなるというわけです。もちろんクジラの買い増しというのが確実に上昇というわけではありません。彼らは短期的な売買をしている可能性もあるので、単にポジションを調整しているだけということもあり得ます。でもこれだけの資金を投じて同時を買い増ししているというのは市場にとってポジティブな要素の一つと言えます。ではこのクジラの買い増しに加えてもう一つの重要な出来事、アメリカの SEC 証券取引委員会の発表についても見ていきましょう。
これが同時にどんな影響を与えるのか解説をしていきます。では次に同時が今注目されているもう一つの大きな理由、それが SEC アメリカ証券取引委員会の発表なんです。SEC はアメリカの金融市場を監督する機関で、簡単に言うと仮想通貨や株式などが法律的に問題ないかチェックする組織です。特に最近は仮想通貨の規制を強化する動きがあり、この仮想通貨は証券だ、この仮想通貨は証券ではないといった判断をすることが増えています。ではここで証券って一体何って思うかもしれませんが、証券っていうのは株式のように投資家に利益を還元する仕組みを持つ金融商品です。もし仮想通貨が証券と判断されると法律の適用が厳しくなり、多くの取引所で取り扱いが難しくなる可能性があるんです。例えば過去に SEC がこれは証券だと判断した仮想通貨は一部の取引所で取引が停止されるケースもありました。証券扱いになると企業が SEC に登録したり厳しいルールに従う必要が出てくるため、仮想通貨の自由度が低くなってしまいます。では同時はどうなのか。今回 SEC は同時は証券ではないと明言しました。これは同時にとってかなり大きなニュースです。もし同時が証券と認定されていたら、取引所での取り扱いが厳しくなったり、規制が強まったりする可能性がありました。しかし今回は、同時は証券ではないと公式に判断されたことで、今後も安心して取引できる状況となっているわけです。さらに SEC は、ミームコインの販売や取引が詐欺的なものであれば規制の対象となるとも発表しています。つまり同時そのものは問題ないけれど、詐欺的なプロジェクトや違法の販売には注意が必要ということになります。この SEC の発表によって同時の市場に対する不安要素が一つクリアになったと言えます。SEC の判断が出たことで同時はこれからも取引ができる、規制リスクは低いっていう安心感が広がったということになります。ではここで少しブレイクアウトとして、株式っていうのは証券として認められています。しかし同時などの暗号資産は証券ではないと言われています。ではなぜ暗号資産が証券と認定されたら取引所での取り扱いが厳しくなるのか。通常株式は証券として認められているから取引所で取り扱われているのに、なぜ暗号資産だと認められると取引所での取り扱いが厳しくなるのか。ここに対して疑問に思う方もいると思います。こちらについて説明をします。まず株式っていうのは確かに証券であり、証券取引所で普通に取引されています。でも仮想通貨が証券と判断されると、既存の仮想通貨取引所では扱いづらくなるっていうのがポイントになります。ではなぜ仮想通貨が証券と認定されると取引所での扱いが難しくなるのか。理由は証券とみなされると証券法に従う必要があるからです。証券法では証券を売買するプラットフォームは SEC に登録し、厳しい規制をクリアする必要があると決められています。例えば以下のような規制があります。まず取引所自体が SEC に登録しなければいけません。例えばナスダックは証券取引所として認可を受けています。このように暗号資産の取引所も認可を受けなければいけないということになります。そうなってくると、バイナンスやコインベースなどの仮想通貨の取引所っていうのは、現状証券取引所ではないため、そのままでは証券を取り扱うことができなくなります。そして2つ目の理由としては、厳格な開示義務が発生します。企業が発行する証券、つまり株式っていうのは SEC に定期的に財務報告を提出しなければいけません。もし仮想通貨が証券扱いになると、その発行元が同じようなルールを守る必要が出てきます。しかし多くの仮想通貨プロジェクトには発行元や運営企業がないため、証券規制に適合ができません。そして販売に関する厳しいルールが適用されます。証券っていうのは基本的に SEC の登録が必要で、
一般投資家に自由に販売できないケースもあります。例えば一部の証券は認定投資家、つまり資産が100万ドル以上を持つ人などしか販売できないなどのルールっていうのも適用されてくるという規制があります。実際に起こった事例としては、SEC はこれまでいくつかの仮想通貨を証券と判断し、規制の対象にしました。その結果、大手取引所がその仮想通貨の上場を廃止するという動きが出ています。例えば、リップルの XRP です。SEC が XRP は証券だと訴訟を起こしたことで、多くの取引所が一時的に XRP の取引を停止しました。訴訟の進展により、後に再上場する取引所もありましたが、裁判の影響で長期間不安定な状況になっています。そして、ソラナやカルダナといったコインも2023年に SEC がこれらを証券と主張したことで、米国の一部取引所での上場廃止の動きもありました。もし同時が証券だったら、コインベースやバイナンスのような仮想通貨取引所は SEC の認可を受けるか、それとも同時の取り扱いをやめるかしかなくなります。でも今回 SEC が同時は証券ではないと判断したことで、そのリスクがなくなったというわけです。つまり同時は今後も規制の影響を受けにくく、取引所で自由に売買できるということになります。いかがだったでしょうか？暗号資産が証券として認められないことの意味が分かってもらえたら嬉しいです。では話を戻しまして、ここまで踏まえて同時が今注目されている理由として、クジラの買い増しと SEC の発表について解説をしてきました。では、これらの要因を踏まえて、同時の今後の価格はどうなりそうなのか、こちらについて考えてみましょう。まずはクジラの買い増しが起きると、市場では大口投資家が同時の将来に期待しているのではという見方が強まり、価格が上昇しやすくなる可能性があります。特にクジラが買いを続ける場合、それに追随する個人投資家も増え、市場全体が強気になりやすいです。一方で、クジラの動きは短期的なトレード戦略の一環である場合もあります。もし彼らが短期的な利益を狙っているなら、一定の価格まで上がった後に大量の売りが出て、一気に価格が下がるリスクもあるということになります。次に SEC の発表の影響について、今回の同時は証券ではないという判断は、同時にとって大きなプラス材料です。もし証券扱いになったら、規制の影響で取引所から上場廃止にされる可能性もあったわけですが、その心配がなくなったことで安心して取引できる環境が整ったっていうのは市場にとってポジティブな要素です。ただ、同時はミームコインという特性上、価格の上下が激しいのも事実です。他の仮想通貨と比べても、コミュニティの影響や SNS での話題性によって価格が変動することが多いので、短期的な上昇があったとしても、その後の値動きには注意が必要です。では、投資をするならどう考えるべきなのか。短期トレードを考えている人は、クジラの動きをチェックしながら上昇トレンドに乗れるかどうかっていうのが見極めるポイントになります。一方で、長期的に同時を持ち続けるなら、ミームコインのリスクを理解しつつ、余剰資金で少額ずつ買っていくっていう戦略が一番無難じゃないかなと思います。同時はまだ価格も安いですので、買いやすいと思います。なので、ちょっとずつね、ドルコスト平均法を使って買っていくっていうのが一番リスクが抑えられるんじゃないかなと思います。同時は過去にも急上昇と急落を繰り返してきたコインなので、今が買い時なのかどうかっていうのは判断するのが難しいんですけれども、今回のクジラの動きと SEC の発表を自分自身がどう捉えるのか、これがポイントになってくると思います。では最後に今日の話をまとめていきます。今日は同時が今注目されている理由について解説をしました。まず、同時はもともとジョークで生まれたミームコインですが、コミュニティの力とイーロン・マスクさんの影響によって、今では世界的に注目される仮想通貨になっています。そして今回のポイントは、クジラの買い増しと SEC の発表の2つです。クジラの買い増しは、同時の将来に対する期待の表れとも考えられますが、大口投資家の動きは短期的なのかもしれません。価格が上がればどこかで売りが出る可能性があるので注意が必要です。一方で SEC の発表によって同時が証券ではないと認定されたことで規制のリスクが低くなりました。
これは市場にとってポジティブなニュースで、同時の取引が今後も続けやすくなるという安心感につながります。この2つの要因が同時の価格にどう影響するのか、今後の動きに注目です。では、ここで皆さんに質問があります。あなたは同時を買いますか？それとも様子見しますか？クジラの買い増しや SEC の発表についてどう思われますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、ということでこのチャンネルでは暗号資産投資の初心者の方に向けて最新ニュースや分かりやすい解説っていうのを届けています。今日の動画が分かりやすかった、参考になったと思われたら高評価とチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今後も僕自身が海外での暗号資産の情報っていうのを収集して、それを分かりやすく解説っていうのをね、していきたいなと思っていますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。はい。では最後にお知らせがあります。皆さん BCG ってご存知でしょうか？ブロックチェーンゲームと言われるものです。簡単なゲームをするだけで1日10万円、歩くだけで1日10万円、全く信じられないノウハウです。今、このノウハウを無料で得れるみたいなので、興味がある方は概要欄より詳細をご確認ください。また、暗号資産に関して情報交換できるオープンチャットを用意しております。このオープンチャットでは暗号資産に関していろいろと情報交換できるコミュニティの場となっていますので、興味がある方は参加されてください。参加費用は無料です。参加方法ですが、概要欄に僕の公式 LINE を用意していますので、そちらより登録してもらうと自動返信チャットにてオープンチャットのリンクを記載しています。そちらの方から参加されてみてください。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。